すごいやっぱいいビジネスというかだと思うので、その理念を話していけば共感してくれてどんどん紹介してくれる方増えてくると思うんですけど、それダメなんですか？ダメではないんですけど、介護の現場で働いてると僕たちじゃなくても便利屋でもいいかみたいな、そこと比べられてしまうんで、どうしても確かに精神ケア大事だよっていうのは思ってはいるものの、もう身体ケアをやってくれる人がとにかく欲しいので、その中の選択肢として孫友もあるし家事代行とかもあるよねみたいな見方をどうしてもされちゃう。もうこれは彼らに余裕があればそういうことにはならないとは思うんですけど、そこが結構ネックなポイントかな。じゃあ高いんですね。それもそうです。家事代行とかと比べたら価格は安いんですけど、下を探せばシルバー人材とか1500円とかでやったりしたりもするので、結構そこと比べられちゃう。営業先は特養とかなのか、有料老人ホームなのか、保険か非保険かみたいな。サービス付き高齢者住宅とか居宅介護支援事業所、そういうケアマネさん施設管理職、そこをメインにやってます。便利屋さんと比べられるっていうのは、どうしても多分孫友さんの企業のサービスとしてのコンセプトが弱いで、全体的にはお話を聞いてると、何か起こった時にどうするんだ、どういうふうな安心安全を担保するんだっていうところがまずは必要なのかなと。今目指されてるクライアントさん直取っていこうとすると、やはりこの会社ってどんな会社なんだと。で、僕は個人的に家の家事サービスっていうのはダスキンさんにお願いしてるんですが、どうしてダスキンなのかっていうと、スキルがどうとか口コミがどうとかそれも大切なんですよ。でも大前提に来るのは、ダスキンという企業の看板の安心安全を買ってるっていうところは入り口の一番最初としてあります。そこをどういうふうに担保しているのか、その次に対してそのサービスの一定の水準、もしくはお客さんがどう思うかっていうところの内容を考えていってビジネスモデルを構成しないと、今社長が望まれている方にはいかず、いつまでたってもどこかのその介護もしくは医療関係のところからの紹介になってくる。だからその方向性をまず決めるべきだというふうに思います。介護事業所等からの紹介で行くのであれば、便利屋さんでもできないところが我々のカバーなんですよっていうコンセプトをしっかり伝えると、その分野の仕事が来るんじゃないかなというふうに思います。信用面のところで言うと、最初もまさにそうやったんですよ。学生ベンチャーからお客来るかなと思ったけど全然来なくて、それで介護事業所に営業しました。僕らが結果やった方法としては、今京都市のふるさと納税の返礼品にならせてもらったりとか、経産省から賞をもらったり、教育認定機関も京都市さんからいただいたりみたいな感じで、ある程度行政みたいなところで信用力を得るみたいな形でやらせてもらってます。いいじゃないですか。リスクがあるかないかってところが分からないと協力しづらいんで、今まで何マッチングしてどういう問題が起きてきたかとか、そこら辺聞きたいですよ。僕たち学生が登録するタイミングで介護福祉士さんの元の研修マストでやらせてもらってます。そこで基本的にトラブル起こりづらいような環境は設定してます。とはいえ万が一があるとは思うんですよね。そういうところに対して損害保険みたいなのも会社として加入してるので、今まで使ったことはないですけど対応できる、範囲内にはあるっていう。実際に今まであったどういう事故があったかみたいなところやと思うんですけど、セクハラとかそういうのもすごい言われるんですけど、僕たちのサービスではあまりないです。逆のリスクはないんですか？悪い人が入ってきちゃう。例えばそのお金持ってるご老人の方がたくさんいるわけだから、就活に有利だからとりあえずやってみようみたいな人とか出てくるような気がする。全然悪く使わなければウェルカムやと思っていて、それこそ最初の原体験は社会貢献してほしいからやってるんじゃなくて、多様な価値観してほしいからやってるんですよ。兄弟と研究してるとかも世代間交流によって若い人たちにどういうメリットがあるかみたいなところを焦点として当ててるので、こういう効果があるんだよって言ったらもうそこを踏み台にしたり、それこそさっき言ってくれたようなコスパいいし学べないと最高やんみたいな感じで入ってくれる人も全然ありやと思ってて、学生側がとにかくコスパいいバイトだって、僕もそれはすごくそれでいいと思ってて、高齢者の自宅に行ったりとかわかんないけど介護事業所に行くのが取り合いになるぐらいなればサービスの質が上がるんでいいなと思って。これってコスパいいっていうのはどっちかというと思いに共感してる学生が多いですよね。絶対そうです。今はそう、完全に絶対そっちですよね。今はそうです。学生側のところとしてはもう登録のタイミングで学生証とかもしっかり身分とかも確認してるんで、何かと特定できるようにもちゃんとしてはいます。じゃあリスクはとりあえず今のところ大丈夫ということで、絶対リスクはありますよ。ゼロにはならないですよね。あるんですけど、どうやって広げていくかってところを考えていかなきゃいけないと思うんで、そこが一番の課題じゃないですか。でいくとやっぱり絶対 SNS だと思うんですけど、ショート動画でやってるのかロングでやってるのかとか、その辺とか聞きたいです。両方やってはいるんですけど、やっぱショートの方が最初は上げやすいので、今はショートで結構。でショートからどのくらい集客につながったんですか？その切り替えてからですけど、まだ10名ちょっとぐらいの、特に学生が多くて、で家族とかは本当に数名みたいな。取りたい方がじゃ取れてない。取れてないです。平均再生数どのくらいですか？数千です。少ないですか？それなんでか分析とかできてますか？そこら辺がまだ解像度
甘いショート動画ってどうやってバズるかっていうと、より多くの人が面白いと思わないとバズるんです。なんでかっていうと、レコメンドシステムなんで検索で取りに行くものじゃないから、多くの人が面白いと思う動画を AI がおすすめしたいんですよ。いろんな人に見せることによってそのプラットフォームも儲かるじゃないですか。って考えると、みんなが面白くなるようなコンセプトを作る必要があると思ってて、そういうところとかって意識したりしてます。方向性ずれてるかもしれないですけど、自分が面白いものみたいなのを今考えていてシニアにラップさせてみたりとか、訪問営業みたいな感じで僕が行ってシニアが現代人みたいなノリで関わってくるみたいな。訪問営業の部分が入っている時点で、老人の方の介護のアカウント感がめちゃくちゃ出てるんですよ。で、世の中の人の多分 90% の人は興味ないと思うんですよ。特に TikTok とか見てる方からすると。なんでその初期設計がまずめちゃくちゃ間違えてると思ってて、ちなみにアカウント名ってどういうアカウントなんですか？孫友っていうもうそれ絶対伸びないな。友和スラッシュ孫友のすみたいな。友和に見たいと思う要素ないじゃないですか。ただ名前じゃないですか。孫友も名前なんですよ。この時点でなんか全く知らない人の名前とサービスのアカウントがあったら見ませんよ、絶対。だからその辺がかなり間違えているんで、そこだったら結構協力できるなと思ってて、僕が今1個パッドで出たアイデアでいくと、ストリートスナップのアカウントあるじゃないですか。アノニマスさんとか。写真の上手さでバズってるんじゃなくて、会話でバズってるんですよ。毎回の会話が全然違うからバズってるんですよ。台本もないからリアルだからバズって、これのなんか老人バージョンみたいなやつが結構伸びると思ってて、老人と途中会話するじゃないですか。そこでめちゃくちゃ老人の方と仲良い感じを出したりとか、めっちゃこの人老人の方好きなんだろうな、すごくいい人なんだろうな、でそこで初めてこの人どんなビジネスやってんだろうと思ってリンク踏んだら孫友出てくるみたいな初期設計だったら、さっきは 90% の人見ないって言いましたけど、これだったら半分ぐらいの人見ると思うんですよ。もしくはもうちょっと多くの人見ると思うんですね。そしたら多くの認知が取れて、その中に結局見込み客がいたらそこでコンバージョンすると思うんですよ。いや、シンプルに SNS は中長期的やから、営業で短期的には攻めていくのと SNS と思ってて、 SNS がでもあると営業も取りやすいじゃないですか。そうだから SNS は絶対やってほしくて、両軸で行きたいですよね。はい、ショートでいくと僕が思うのは、僕の会社で作ってるんですけど、ショートドラマですね。若者と老人の出会いにおいて感動的なところとか辛いところとか、そういうドラマをバーッと上げていったら、高齢者に対して興味のある視聴者は集まりますと。で、どこまでいってもやっぱロングかなと思います。 YouTube でしっかりそこの体験を見せて、ドラマでその後にどういう動画上げてんないので Vlog 上げたりとか、高齢者に対してどういうことをやってるかを面白めにちゃんと展開していくっていう、この踏み方がいいかなと思うんで。結局のところ、じゃあそれを見た人がこんなサービスを自分のおばあちゃんに受けさせたいな、もしくは自分の親、動画の中で出てきたような悩み抱えてるな、全然変えれてなくて親に申し訳ないなっていうような罪悪感プラス真逆の期待感っていうのを動画の中で見せることができたら、ターゲット層に近いような人たちに対してアプローチできるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。でもアルゴリズム的にそこを狙ってターゲティングすることは無理なんですよ。そこを狙うためにちょっと広めのパイを取りに行くことで、そこにリーチさせるっていうのが大事かなと。非常に難しいのは、今回地域が限定されてしまうんで、どうやってこう集客していくんだろうなっていうところは難しいエッセンスになるんじゃないかなというふうに思いますよね。特に多分ご老人の方って田舎に行けば行くほど多いんで、四国とか北海道って言われた時にサービスできないじゃないですか。学生なんかすぐ集めるでしそうです。ょ。だって四国でできそうだって言ったら四国の大学回ったらいいんですよ。はい、オファーでいくと、ドラマで学生と高齢者の感動的なシーンとか辛いシーンとかの原体験をもう見える化する。それに共感する人は将来的にも絶対顧客になると思うから、家族がいれば800万やからそんな吐き出されんと思うから、ドラマだけ一旦作って、その間にドラマに来たクロージングとかは、うちはもう営業強い会社なんで、営業は成果報酬とかでやりますねみたいな感じですかね。ショートドラマは1本7万で、推奨は7から10通期。牛音さんも先ほど動画の方ご提案いただいてましたけど、価格的にちょっと難しそうな気はするんですけど、でも今最近僕スクール始めたんで、そっちだったら安いんで、そこに入ってもらえれば僕は初期設計作るんで、多分さっきのアカウント絶対バズるんですよ。僕バズると思ったもの全部バズらしてるんで、そこのスクールに入っていただくっていうのだったらいいんじゃないかなと思いますね。そしたらなんか優先的に見ます。今入ったら月9600円ぐらいだったかな、確か。一応僕も全部バズらせてます。でもショートドラマ僕いいなと思ったのは、おじいちゃんおばあちゃんを大切にしなくて後悔した人みたいなドラマは結構伸びると思うし、そこに共感する人はマッチングの可能性高いですよ。なんならコラボしましょう。しましょうか。はい、オファーします。うちのビジネスモデルとして介護の人材紹介やってます。で私、今2社目なんですけど、前
職というか業界トップの介護ワーカーっていうの創業者なんですけども、介護事業所はもう全国付き合いがあるので、多分ああいう介護施設系の方ってさっきもお話ししましたけど、そういう思いとかすごく共感してくれる方が多いので、ご紹介はできるかなと思うので、そうマッチングできるかどうかわからないですけども、金額はもう売上の 10% で構いません。はい、思いに共感しましたので。いいなと思ってもやっぱりお客さんっていうのは本当にこの会社に頼んで大丈夫なんだろうかっていうふうに躊躇してしまう部分が出てくると思うので、その辺の壁を壊せるようなご自身の会社の企業プロデュースを手掛けていただくと、その上で SNS 戦略をすると一般のそのクライアントさんからちょっと使ってみたいなというような思いが出ると思いますよ。でそれぐらいのそのコンセプトのあるサービスだというふうにも思いますので、ぜひ頑張ってください。僕も金沢さんのショートドラマめちゃくちゃいいと思ったんで、ただやっぱ自分でもできると思うんで、若いですし自分でやってみて PDCA 回してやっていった方がいいかなと思ってます。でも SNS は自力でやらん方がいいですよ。時間の無駄やから。でも100%プロに頼んだ方がいい。僕はそれは半々かなと思ってて、半々じゃないですよ。自分でやって直接意見もらえるじゃないですか、市場の意見を。なんでそれが結構強いと思うんです。それやったらいいと思う。プロと組むのも自分がある程度知ってないとちょっと質問とかもしづらいと思います。あとご老人さんがたくさんいるから結構素材としては伸びる要素はあるんですよ。お年寄りの方めっちゃ数字持ってるんで、実はショート動画で最近バズってますよね。踊ってるだけでバズってますからね。僕も運用代行をやらせていただくんですけど、まずは自分でやってみてちょっとつまずいたりとか、ある程度アルゴリズムとか分かった上でまた機会があったらやっていければと。つまずき方が分かってないんで、一旦歩くところからみたいな感じで、はい。では最終決断をお願いします。はい、竹之下さん、ど素人さんでお願いします。介護事業所っていうところは、今までも顧客を開拓するっていうところは大切なところやなっていうふうに思ってますし、 SNS もこけ方は確かにまだ分かってないので勉強させてもらった方がいいかなと思いました。金藤さんのオファーを受けられなかったということで理由をお伺いしてもよろしいでしょうか。似ていたっていうところが結構どっちがいいのかなみたいなのを思った時に、金額的にも全然違いました。そうですね、なんかそういうところとかもあって一つ選ばせてもらったっていう感じです。ありがとうございます。よろしくお願いします。頑張ってください。よろしくお願いします。お願いします。26歳ってほぼ僕と変わんないんですけど、もうちょい下かなと思いました。23ぐらいかな。それより俺だけ振られてんけど。でも僕はショート動画とかドラマね、お客さん誘導しやすいし、プロモーションビデオ的なものにもなるし、サービスの説明がすごく簡単になるし、それを体験談を踏まえてどんどん作っていくと面白いものになるんじゃないかなと聞いてて思いました。めちゃくちゃいいんですけど経費かかるんですよ。7万で月7上げるんです。7万上げる。月50のお客さんは無理ですよね、多分。なんで800って聞いた時点できついかなとは思ってたんですけど。だから基本的に僕があんまりそこに対してオファーしなかった理由っていうのは、やはりその介護事業っていうのはいろんなことが起こるんで、その時のリスクをカバーできるぐらいの企業ではまずない。そこがやっぱり一番取引をするにあたって怖いところではある。あとゼロには絶対できないでした。あと多分現状事例まだ全然足りてないです。ただ将来性は非常にあるんで、資金調達をやっぱり最低でも数億単位でやっぱりしっかりとできる。で母体としてお年寄りとかの方々が見て信用がある企業という風な看板が出せるようになると、本当に日本のトップサービスになり得る可能性はあるなというふうには思うんだけど、難しいですよね。でも時間かかりますよね。その近道が SNS だと思います。なんで今の現状としては、うちのグループとしては協力できることが、リスクの方が大きくなるからできないかなという感じですね。認知広げるお手伝いするのもリスクをもうちょっと下げた上でやりたいところでありましたね。僕も金藤さんが作ってたって言って問題起きたら僕にも来ます。僕もそれめちゃくちゃ思ったんで、ちょっと思い浮かんだんですけど、買い取り業者と組んで僕なら見つけてやるけどなとか思った。出張買い取りとかで高齢者の、しかも結構所得いい、もうターゲットドンピシャなんですよ。でもそこ強くなっちゃうと営業っぽくなりすぎちゃってサービスが落ちるみたいな感じにもなる気がする。絶対そこコラボしたらダメなんですけど、でもプラットフォーマーになるんで、僕がその買い取り業者やったらその学生やって営業リスク持ってるわけですよね。営業行きまくるなぁと思いました。はい。
もうそもそも大義名分がいいですよ。まずサービス自体のコンセプトがいいが全てなんで、今は僕たちは荒探しをしてるってことですよね。あと社長の人柄めちゃくちゃ良かったんで、このサービスとの相性はマジでいいだろうなと。学生の登録者は東京に多いって言ってたんで、東京だと多分そのお金を持ってる高齢者の方も結構多いと思うので、そこに対して SNS とかで集客できればうまいことこう回ってきそうな気もしましたけどね。儲かりだしたらショートドラマ作ってほしいですね。1対1のサービスっていうのは非常に引っかかったね。高齢者の自宅に1人の若者がいるっていう、なかなかやっぱりリスクがこれを監視者っていう目線でですね。ああ、なるほど。2人ぐらいをセットでその単価を合うようなサービスを考えていくと、サービスを受ける側としては安心な側面が増えるかな。学生が常にカメラ絶対録画必須とかでいけそうですけどね。それでも穴はあるやろ。そうだからね、サービスのパイが広がれば広がるほど、やっぱりそういう人たちがこう混じってくるし、犯罪が起こり得る温床になり得る可能性もやっぱりあるから、そういうリスクをどう排除して企業として成長していかれるのかなっていうところかな。今回の商談いかがでしたか？最初の発表が慣れた形じゃなくてタジタジになってしまいましたけど、対談というコミュニケーションの形を取れて、そこでなんとか伝えきれたかなっていうふうに思います。オフィサーの社長方の印象はいかがでしたか？めちゃくちゃ優しかったですね。親身に相談乗ってくれて、本当になんか思いに多分共感されたんじゃないかな。そうですね、なんかすごくいい印象です。今度オファーを受けられた理由などお伺いしてました。学生企業もあって基本的にないものから始まってわからないことばっかりの中で、今まで割とそういう支援みたいなのを受けたことはあんまりなかったんですけど、今回を機にすごいなんかチームに優しい人たちなんで、どういう感じで変わっていくのかなみたいな変化を知れると思うので、ぜひ力借りたいなと思いました。今後の展望をお伺いしてもいいですか？エリアが都会っていうところで絞られてるサービスなんですけど、地方とかにも広げていければいいなっていうふうに思いますし、若い世代きっかけで始まったサービスでもあるんで、いろんな人たちに体験できるような機会を作れたらいいなと思います。インタビューありがとうございました。ありがとうございます。子供の SNS のどう使うか、既存のサービスってこの辺全くアプローチできておりません。危険なチャットの検知機能で、これはもう日本で我々しかチャンピオンはしてないんですけど、 OEM とかホワイトラベルっていうのは考えていなくて、ブランドとしてこう伸ばしていきたいっていうところがある。売り上げを伸ばしたいと子供を守りたいのか、どっちが強い？例えば楽天でもソフトバンクでもどっかのキャリアから独占でやらせてくれと言ったら断られるってことですね。今は今本さんの今おっしゃったやつがいけちゃったら、そもそも SNS も必要ないなって思って。いや、僕でもオファーしないんで、10年前に流行ったけど今ないのばっかりだから、本当に10年持たないと思います。そういうブランドネームもこだわらない、インテルになってもいいという形であれば、たくさん柔軟に僕も提案できるんですけど、その辺がちょっと今のところ残念かな。